お前どこまでパワーアップする気なんだよ。やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、イヤーファンの新しいフラグシップモデル、イヤーファンエアプロさんだ。このシリーズ全部追いかけてるんだけど、今回のエアプロさんは5代目に当たるな。直近の先輩モデル、エア S までも、このシリーズは順当に進化を続けていて、初代から、同価格帯のトップランナーであり続けてる。今回のエアプロさんは、どこがどう変わったかというと、音質がさらに良くなった、無線通信周りがさらに新規格のものになりつつ、マルチポイント機能はキープ、バッテリーも長くなって、おまけにノイズキャンセリング能力も向上した。早い話より長持ちでより高音質でより高機能だ。満額回答の完全進化じゃねえか。そんなわけだから、このイヤホン、今回も星5評価をつけている。その細かな理由は、後からじっくり話すことになるだろう。このイヤホン、なんでそんなにすごいかというと、先代の積み重ねに、さらにステップアップを成し遂げてるから。初代、2代目で、ガジェットとしての完成度、その後に続く、SV、S で、音質面での完成度と、さらなる利便性を獲得した、エアプロシリーズなんだけど、この核となるのが、ノイキャン性能、ウール振動板、そしてマルチポイント能力だ。アクティブノイズキャンセリング能力は、初代、2代目ともに、この価格帯のイヤホンとしてはトップクラスに優秀で、この性能を、現在まで引き継いできてる。チップが変更になった、エア S では、若干アクティブノイズキャンセリング能力に関しては控えめになったんだけど、今回のエアプロさんは歴代で最も自然で、効果を感じられるほどに強力だった。さすがに、より高価なイヤホンと比べると、ソニーやボーズのフラグシップモデルに相当する、とは言えないんだけど、以前のモデルより、若干人間の声などにも聞くようになっていて、全体に静粛になった印象がある。この手のアクティブノイズキャンセリングで耳障りになりやすい、アクティブノイズキャンセリング時に聞こえるサーッという音、ホワイトノイズに関しても、先代よりちょっと聞こえにくくなった感じがあるな。より自然で、より強力になったノイズキャンセリングは、それだけでも購入する要素だろう。次に、ウール振動板。これは、中身に興味がない人にはあんまりよくわかんない話だと思うけど、エアプロシリーズの3代目で大きく進化したのが、音を鳴らす直接重要な部品、振動板だ。この振動板を、一般的な複合樹脂振動板から、繊維系素材であるウール振動板を加えた時から、エアプロシリーズの音色は、マニアの関心を引く、個性的かつ高品質なものになった。3代目、エアプロ SV の音質は、それ以前のエアプロシリーズや、他の完全無線イヤホンシリーズに比べて、暖色でありながら、中音域以上の書き分けがしっかり聞き取れる、音質面でも非常に優秀なものに変化したんだ。音質、ノイキャンの両面で優秀になった、というわけだな。今回のエアプロさんでは、このウール振動板がさらにレベルアップ。公式でのアナウンスも、以前の 10mm から 11mm と大きくなり、ドライバ自体がより改善したか、あるいは、チューニングにさらなるテこ入れが入ったと考えるべきだ。ウール振動板は、先ほども言った、暖色ながら音を切り分けて聞くことができる、個性と音質を両立した音色を提供してたんだけど、一方で、暖色のイヤホンにありがちな、空間が狭く感じられて、その中で音が反響してる印象があった。エアプロさんでは、このマイナスポイントをバッサリと取り除き、ウール振動板らしい、ボーカルなどに力強い厚みがある音色は残しつつ、空間が広がって、音がよりどこから鳴っているか、という表現が把握しやすくなった。高音域はより聞こえやすなり、ウール振動板の強みを持ちつつ、弱点を解決した音色になってる。スペックが以前のもので据え置きだったとしても、このポイントだけでも星5に値する大改善だ。さらに、使い勝手が非常に良くなる、マルチポイント対応。これは、4代目のエア S で実現した機能で、パソコンで作業しながら、スマホの待ち受けができたり、タブレットでゲームしながら、スマホの通知音を鳴らしたりできる。さらに、出かける際には、スマホとパソコンの接続設定をいちいちいじらなくてもいいし、帰ってきた時には、パソコンの電源を入れれば、自然にパソコンと再接続してくれる。スマホと接続したまんまな。というわけで、めちゃくちゃ便利なマルチポイント機能。エアプロさんは、エアー S から引き続き、マルチポイントに対応してる。しかも、マルチポイントを残しつつ、無線イヤホンの音質の上限を決める通信規格。コーデックに関しては、3代目までが AAC、4代目はアプト X までの対応だったところ、アプト X アダプティブまでの対応となった。この接続規格の対応が進まないのが、エアプロシリーズ唯一の弱点とも言えたんだけど、今回はここもトップランナーに並んだわけだ。さらに、このイヤホンは、今後スマートフォンが対応すれば使うことができる次世代規格、Bluetooth LE オーディオにも対応する。
今後エアプロ3をアップデートすることで対応する予定だ。まだ、対応しているスマホは手元にないので、発売されてからじゃないと詳細は話せないんだけど、ざっくり言うと、より省電力、高音質に音楽を楽しむことができる企画となっているぞ。というわけで、音質、ノイズ除去、通信規格、すべてがパワーアップしている。全世代までのバッテリー持ちは、これでノイズキャンセリングオンで6時間。今回は、ここまでやってバッテリーまで強化されて、連続動作時間はノイキャンオンで7時間だ。バッテリーでもトップに躍り出たな。装着感も先代と変わらず優秀。ただし、より密閉感が上がっていて、耳に安定して装着できるようになった。ノズル周りが若干深くなったのか、イヤピが改善されたのかな。標準イヤピでも、耳から外すときにイヤピがひっくり返るくらい、徹底的に密閉できているので、安定感が大きく上がったぞ。というわけで、今回のエアプロ3、どんだけ興奮要素があったか、納得してくれたと思う。TWS の下地となる、性能は全部向上した。これで音質も向上してるんだから、とんでもない。エアプロシリーズは、歴代すべてがかなり暖色寄りだったんだけど、中高音域の抜けの良さや、高音域の改善によって、エアプロ3は、ニュートラルな印象を受けるバランスの音質になってる。それでいて、中音域の厚みはシリーズの伝統を引き継いでいて、今までの密室で鳴らしていたような感覚から、天井が吹っ飛んで、一気に抜けの良くなった印象だ。高音域はキレが良くなったが、不快な音色はない。エアプロシリーズは、高音域の金属音などはあんまり前に出てこない音色だったんだけど、しっかり低音域に負けない、より力強いものになった。ここがよりはっきりと聞こえるようになったので、音がいくつか重なった時に、よりくっきりと表現できるようになったので、特性を残しつつ、大きくアップデートされた印象になっているぞ。この傾向は中高音域まで続くが、ボーカルは相変わらず濃厚で強烈。この部分の、重みすら伴うような音色が、3代目以降のエアプロシリーズの魅力。軽い高音のボーカルでも、音圧を感じるような音で出してくれる。近くで人が直接歌っているような熱量があるぞ。低音域も強烈。引き締まりやインパクトよりも、空間全体を占めるような強烈な印象と量感が特徴だ。低音はかなり重く、ボーカルの熱量を浮かせないものになっている。改造感より、量感重視の音色だけど、ただ緩いだけでもないのが良いな。もちろん、サブベースもがっつり出る。低音量でも迫力を損なわないバランスだ。加えて、エア S では、高音域が優しかったので、自然と音質を上げたくなっていたけれど、エアプロ3は、高音域もハキハキなるようになったので、低音量でも納得の音色になっているぞ。エアプロ3で一番改善したのは、より自然になった空間表現だ。エアシリーズは、どこか狭い密室のような空間の感じ方があって、ここがこのイヤホンに評価のばらつきを生むポイントであると同時に強烈な個性だったんだけど、エアプロ3では、空間に自然な広がりが生まれ、より誰でも納得できる表現になった。おまけに、相変わらず中音域以下の重さは据え置きなので、個性を残しつつ、より改善した音色、と言えると思うな。これで下地になっている全性能が強化されてるんだから、こんなもんを手上げで星5にするしかないだろ。どこも指摘できる点がない。こんだけ上げてるんだからどっか落とさせろ。と思ってしまうくらいに隙がない。隙のない仕様だったのは、先代のエア S もそうだったんだけど、エア S の方は、採用してるチップの関係か、体感できるノイズキャンセリング性能が若干控えめ、というポイントがあったんだよな。エアプロ3のサンプルが届いた時には、弱点改善かと思ってたのに、バッテリー、ノイキャン、接続コーデック、とどめに音質も大幅改善と、こっちの期待値を大きく上回るモデルがやってきた。おまけにこれだけじゃない。エアシリーズは歴代のモデルで、通話品質が良かった。今回のエアプロ3も、通話用、通話時の外部ノイズ判定用、そしてアクティブノイズキャンセリング用の、片側3マイクを用意していて、通話品質にもこだわってる。実際に録音したものがこれだ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。Air Pro 3を使って録音しています。どうかな？聞き取りやすく、音量もきちんと取れてる。とっさの通話の時にも、問題なく使えるはずだぞ。加えて、大手ブランドでは当たり前になっている、各種設定用のアプリも用意されている。イヤーファンアプリを使えば、イコライザや、操作のカスタマイズが可能だ。というわけで、音質も、ノイキャンも、バッテリーも、接続コーデックも、通話も、さらにはマルチポイントによる使い勝手も、一切何も妥協のない、完璧なミドルクラス TWS だ。この価格帯は何か一つくらい可愛げがあってもバチが当たらないと思うんだけどな。
現在プレセールで、正式な発売は来年になるので、それまでに登録して、値引き済みの値段でぜひ購入してほしい。歴代のエアプロシリーズがお気に入りの人も、そうでない人も、今一番完璧な中堅 TWS だ。といったところで今回はここまで、地味にタッチボタンの位置がわかりやすくなったところもお気に入り、